半年ちょっと前に購入してから、どこにでも持っていくようになった僕にとっての初の高画素機 α7R5。その α7R5 がカメラグランプリ2023年度の、大賞を受賞したということで、この機会にね、改めて α7R5 が、僕のクリエイティブに何をもたらしたのか、そのことについてね、今日はちょっとお話をしていきたいなというふうに思います。まずは、ソニーさん α7R5 カメラグランプリ大賞受賞おめでとうございます。僕もローンチのタイミングで、わずかながら関わらせていただいた一人としても、一ユーザーとしてもね、非常に嬉しく思います。海外の方とか、カメラグランプリご存知ないとかという方に向けてちょっと簡単に説明すると、カメラグランプリっていうのは、日本のカメラに関する賞で、1984年から続いていて、過去さまざまな名機が受賞しているんですけど、ここ10年は大賞を受賞した10機種のうちなんと5機種が α シリーズで、さらにそのうちの3機種が α7R2、α7R4 とで、続いて今回の α7R5 になってます。その実績だけを見ても、ソニーがいかに α7R シリーズに力を入れていて、でそれが有識者の人からもね、高い評価を受けているのかっていうことが分かるんですけれども、ただしね、そのカメラの良し悪しについては、カメラグランプリをはじめ、日々 SNS とかを見ていてもいろんな話が流れてきます。で、僕はそのカメラの良し悪しについて、議論が巻き起こることはすごく業界に活気があっていいことかなというふうに思うんですけど、でもさまざまなスタイルのクリエイティブがある中で万人にとって完璧なものっていうのはもちろん存在し得ないので、僕のこの動画を含めね、そんな見方もあるのねと参考程度に思ってもらえればそれでいいんじゃないかなと思います。ただね、一点だけカメラはただの道具だと言ったフレーズをたまに見聞きすることがあるんですけど、ただの道具？このフレーズが意図するのは、クリエイティブにおいて道具よりも、自分のスキルの方が大事だっていう風に、言いたいっていうことは、もちろん理解できます。でもね、僕はスキルっていうのはその道具が持つポテンシャルとか、デザインとか、いろんなところからインスピレーションを受けて、その自分のクリエイティビティが触発されて、でそれで日々その道具と向き合ってで経験を積んでいくことで、磨かれるものかなというふうに思うので、そのただの道具と、軽んじることなかれかなとは思います。例えば僕にとってこの α7R5 を手にして初めて6000万画素超えの、高画素の写真が撮れるようになったことによって、やっぱりより構図っていうのにじっくり向き合える機会を与えてくれたんじゃないかなっていうふうに思います。やっぱこうやってシャッターをね切るたびに、完璧ね構図で撮れるほど、僕は上手くないんで、クロップしても十分なクオリティが保てるようになったことで、やっぱりこれまでだと微妙な失敗作としてゴミ箱に放り込んでたものが、どうすればよかったのかっていう、その失敗から学んで、でさらにそれがアウトプットできるということによって構図力を磨くいい機会になったのかなっていうふうには思ってます。でそしてね、その大きくクロップできるようになったことが、新たな表現手法にもつながったのかなというふうに思ってて、で例えばこういったねパノラマ風の写真を今はすごく楽しんでて、確かね小学校の頃に林間学校とかだったかな、なんかで初めてインスタントカメラを持って行ってバシャバシャって撮ってたんですけど、確かねそれがパノラマが撮れるやつで、それ以来なんかパノラマが好きで、普通の写真でちょっと面白みがないなっていう時に、パノラマにしてみると逆にすごく良かったりすることがあるんですよね。今だと視聴デバイスが縦長中心になって、SNS に投稿するっていう機会はあまりないんですけど、でもそういったものもね密かに楽しんでたりします。視聴デバイスに合わせてα7R5 を手にするまではやっぱ縦構図で、写真を撮ることが多かったんですけど、後からね横でも撮っておけばよかったなと後悔することっていうのは正直すごい多かったんですけど、でも例えば α7-3 の、この縦写真と、α7R5 の横写真を、インスタグラムに最適化したような形でね縦型にクロップして見たとしても、それでも α7R5 の方がわずかにピクセル数だと勝っているので、今では後から縦構図にするっていうことは、意識しつつ
基本はね横構図がほとんどメインで撮影するようになりました。であとその AF に関してもやっぱ AI プロセッシングユニットによって大幅にこう AF が進化して、ピントの失敗が確実に減りました。これは特に F1.2 とか、被写界深度の浅いレンズを使用したポートレートとかだと、以前よりも、例えばこう髪の毛とかまつげとかサングラスとかに、ピントが持ってかれにくくなって、でわずかな差と思いきやよりねそういったこう目にピントがバシッと当たってるポートレートはやっぱ力強さだったりとか引き込まれる感覚っていうのがもう確実に増したんじゃないかなと思います。AF の信頼性が向上すると、今までみたいにこうピントを合わせてから DMF とかでこう微調整とかをする必要がなくなった分、他の細部にねこうすごく集中することができるし、あと、テンポよくこうシャッターを切れるのはすごくこうモデルさんとのこの息の合わせ方とか、あとはそのモデルさんにもやっぱね負担軽減になってるんじゃないかなというふうにはこれは確実に思います。であとその動画も 8K での撮影が可能になったことで、より高精細な動画が撮影できるだけじゃなくてやっぱ編集の幅もすごく広がったと思うんですよ。例えばその 4K とかフル HD の動画で、大幅にこうクロップしてズームするなんていうこともできるし、あとは三脚でねこう撮影した動画に、編集のタイミングで技術的なカメラワークを追加するなんていう、選択肢も生まれたかなというふうに思います。そのクオリティを落とすことなくね。写真も動画も撮るハイブリッドシューターとしては、α7 この R5 のこの4軸マルチ液晶モニターだっけこのねこうチルトとバリアングルの、双方の良い点を、兼ね備えたこいつは、ほんとね今後発売される α シリーズのカメラも全てに搭載してほしいです。その他にも手ブレ補正がね、8段と他のシリーズアルファシリーズに比べて、他が 5.5 段とかだったと思うんですけど、やっぱ圧倒的に優れてるっていうところだったりブリージング補正とか、そういった機能は一通り、使うことができるし、やっぱり最新世代っていうだけはありますね。他の機種と比較した場合、例えばそれこそ真のフラグシップである α1 と比べると、向こうは 30fps の高速連写っていうのがあるので、そういった部分はこっちは 10fps とかだったと思うんで、劣るんですけれども、動画に関しても α1 だと 8K の 30fps422 での記録が可能なんだけど、こっちだと8K の 24fps で、420までなんですよね。さらにそれでいて 1.2 倍のクロップが入ったりだとか、あとは α7S3 と比較しても、向こうは暗所性能だったり 4K120fps の撮影ができたりとか、最高性能っていうところで言えば、正直動画面で言うとそれぞれには劣ったりするんですけど、でも 8K や 4K60fps が撮れるのであれば、はっきり言ってほとんどのケースではもう十分ですし、やっぱりこっちは高画素機としての魅力であったりだとか、AI プロセッシングユニットの恩恵、さらには新しい撮影機能っていうのもいろいろと搭載されているので、正直ねこのスポーツ撮影とか、そういった時のこの高速連写がどうしても欲しいというケースとか、あとはその暗所とか、そういったシチュエーションでの動画撮影っていうものを除けば、やっぱりこう最新世代っていうことだけあって α7R5 が正直現状かなり他の機種を食っちゃってるんじゃないかなっていう気はします。ここ半年使ってみて感じる不満点というと、今挙げたような α1 とか α7S3 に劣る部分くらいですかね。でもそれが全部できるようになってることを期待するのは正直これじゃなくて、僕は真のフラグシップの、α1 の後継機かなという風な気はします。強いて一つ挙げるとすれば α シリーズ全体に言えることなんですけど、全画素超解像ズームあるじゃないですか。あれをねローで使えるようにしてほしいなと。厳密に言えばちょっと違うんですけど、例えばこの 35mm の単焦点レンズを使用している時にこうモニターとかを覗いた時にこうワンタッチでこう 50mm とか 85mm とか、そういった形でクロップした見え方でね見えるようになるといいなというふうに思うんですよね。その情報を、例えば現像ソフトとかに引き継いだ時にもデータを捨てない形でクロップされてるようになってると、すごくやっぱりこう高画素機のポテンシャルを生かせて、写真撮影もすごくやりやすくなるんじゃないかなというふうに思うので、ぜひねソニーさん検討していただければなというふうに思います。はい。
僕はやっぱり今は動画のイメージがすごい強いと思うんですけど、もちろん写真も動画も同じぐらい好きなんですよ。正直そこにあんまりこだわりはなくて、ただ α7S3 を手に入れてからはやっぱり動画の方がすごく楽しいなというふうには感じてました。でこのタイミングで α7R5 を手にしてからやっぱり改めてね、その写真に対するモチベーションっていうのは僕の中で非常に高まってて、でもただそれはね高性能なすごく道具を手に入れたからとかっていうことではなくて、やっぱりポテンシャルをね引き出せるようなスキルを身につけた時により高いレベルで自分のこの表現とかができるだろうっていう期待だったりだとか、あとは新しい表現への可能性とか、そういったインスピレーションを与えてくれたのがこの α7R5 だなというふうに思ってます。はい、というわけでなんかすげえいろいろ語っちゃった気がするんですけど、はい、本日の動画は以上です。はい、また次の動画でお会いしましょう。ピース。